あなたがもし強盗事件の人質になってしまったら、1972年スウェーデンストックホルムのとある銀行で強盗事件が発生します。犯人は小型機関銃で武装した一人の男性。銀行員を4人人質に取り、銀行内に立てこもったんです。4人の人質は金庫室に閉じ込められ、常に監視状態。しかも簡単に逃げられないように体にはなんと爆弾が巻きつけられていたんです。少しでも犯人を刺激したら人質の命は助からない。現場に駆けつけた警察官はあの手この手で人質救出のタイミングを狙います。しかしこの時4人の人質たちは予想外なことを考えていました。何としても強盗犯を警察から守ると。体に爆薬を巻きつけられた4人の人質。なぜ人質たちは犯人を守ろうとしたのか。そこには犯人と人質たちが生んだ奇妙な絆があったんです。おっそっす、やっぱり王毅将軍になりたいケンちゃんです。おいでよ闇子広場へ。闇子です。皆さんに本日ご紹介するのはノルマルム広場強盗事件についてなんです。これね、最も有名なね強盗事件と言われてるんですけど、なんでかっていうととある事情が絡んでいたんです。そしてね、そのある事情っていうのは我々のね日常生活でも起こり得るんじゃないかと言われているんです。ではなぜねこのノルマルム広場強盗事件が最も有名な強盗事件と言われているのか、その理由を見ていきたいと思います。銀行強盗発生。今から48年ほど前の1972年8月23日、スウェーデンの首都ストックホルムのノルマルム広場にある銀行に一人の男が押し入りました。強盗犯の名はヤン・エリック・オルソン31歳。彼はなんと刑務所から仮釈放中の受刑者でした。オルソンは銀行に入るや否や肩に担いだ小型機関銃を構え、壁に向けて威嚇発砲を行うんです。多くの客が逃げ惑うんですが、オルソンは瞬く間に銀行を占拠。3人の女性と1人の男性が人質として捕らえられてしまいます。しかもオルソンは4人の人質が絶対に服従するように人質の体に爆薬を巻きつけていたんです。その後市民からの一報を受け、すぐさま警察官が現場に到着。そしてこの時駆けつけたのは警察官だけではありませんでした。それはテレビ局のカメラ。事件当時の1972年はスウェーデンのテレビ局が開局し、一般放送されるようになってからわずか16年ほど。しかもこの頃は地域ニュースに力を入れ始めていた時期でした。そんなテレビ局がこの銀行強盗事件を見逃すはずがないんです。こうしてスウェーデンで初めて事件現場が生放送されました。ドラマとは違い現実で実際に起きている銀行強盗の現場。カメラが映し出す映像にスウェーデン中の国民が釘付けとなり、固唾を飲んで見守ることとなったんです。オルソンはテレビ中継まではね想定していなかったと思うんですけど、彼はテレビカメラに向かってある要求を出すんです。300万クローネと逃亡用の車両を準備しろ。そして刑務所に服役中の仲間クラークの釈放を求める。300万クローネは現在の日本円に換算すると4500万円ほど。さらにオルソンが指名したクラークという男は当時26歳にしてスウェーデン史上最悪の強盗犯と言われるほどの札付きの悪でした。この2人は昔からの仲間で、一緒に銀行強盗や暴行などの悪さをしていたいわば悪友だったんです。オルソンが要求を出した翌日、警察は人質の安全を優先するため早速現金300万クローネと逃亡用の車両を用意します。そして一人の男が警察に連れられ銀行の中へと入っていくんです。その男とは、そう強盗犯オルソンの仲間クラーク。スウェーデン史上最悪の強盗犯と言われるクラークが仲間に加わり、オルソンにとってはまさに鬼に金棒。気分が盛り上がったオルソンはこう叫ぶんです。さあパーティーはこれからだ。ムカつくぐらいパリピでテンション上がってんじゃないこいつ。いやそうなの。昔からのね、悪友とねあってテンション上がってたんでしょうね。なんかいるじゃないですか。久しぶりにね地元帰ってさ、悪友とかさいるじゃないですか。でもなんかちょっと嬉しいじゃないですか。だからそういうねことなんじゃないですか。でもねオルソンが警察に包囲されてるっていう状況はね変わんないんです。警察も人質がね救出できないっていうね状況だったんで、この事件はねまだ続いていくんです。救出されない人質。オルソンが銀行に立てこもって3日目の8月25日、ついに警察に一筋の光が差します。4人の人質が全員同時にトイレに行ったんです。トイレはもちろん金庫室の外、しかも警察が見張っている場所の近くにありました。犯人が見張っている様子もありません。これは千載一遇の人質救出のチャンス。警察はトイレの外から窓越しに人質4人に指示を出します。4人揃って助け出せるチャンスです。トイレからは出ないで待っていてください。そしてトイレが終わった後、人質たちはなぜか4人揃い金庫室に戻っていったんです。警察の指示通りとどまるかと思いきやそうではなかったんです。いやこれさ、きっとなんか犯人に言われてたんでしょこれ、戻ってこないと体に巻きつけられてて爆弾がそれが爆発するぞとか言われてたんじゃないのきっと。
4人揃ってね、助かるチャンスを逃した人質だったんですけど、この後もね、たびたび不可解な行動をとるんです。立てこもり5日目の8月27日、警察はついに大胆な行動に出ました。人質が勾留されている金庫室の天井に穴を開けたんです。そしてその穴から強盗犯にこう告げます。武器を捨てて投降しろ。しかしそんな説得には応じない強盗犯オルソンとクラーク。彼らの頭の中には銀行を囲む無数の警察官とテレビカメラから逃亡する方法を考えることでいっぱいでした。彼らが説得に応じないと判断した警察はあることを決定します。それは強盗犯を天井の穴から狙撃すること。物音を立てないように細心の注意を払い、天井の穴から強盗犯オルソンへ銃口を向けます。そして狙いを定めた警察官が引き金を引こうとしたその瞬間、とんでもない光景を目にするんです。なんとオルソンの前に人質が立ちはだかっていたんです。助けてもらえるチャンスじゃないのよ。いやもうもったいないですよね。後でね詳しくね説明するんですけど、すごいね大きく捉えると、この事件ってめちゃくちゃちょっと面白いって言ったらあれですけど、人質をね救いたい警察と救われたくない人質のねそういう戦いでもあったんですよね。救われたくない人質、そんなのいるの？この人質の行動でオルソンは自分が狙われていることに気がつき、天井の穴に向かって2発発砲。警察官はこの銃弾により手と顔を負傷してしまうんです。そしてオルソンは考えに考え、この状況を突破するためある人物との交渉を思いつきました。その人物とは当時のスウェーデン首相オロフ・パルメ。同日午後、強盗犯オルソンはパルメ首相に電話をします。自分たちを無事に逃亡させるように交渉するんです。交渉内容は自分たちを安全に脱出させなければ人質を即座に殺すというもの。しかしパルメ首相の対応は予想外でした。君たちのような強盗犯を逃すわけにはいかない。逃せばスウェーデンの恥だ。なんとスウェーデン政府の対面を気にする強硬な発言ばかり。交渉は失敗に終わったんです。パルメさん、人質のことも考えなさいよっていうね。現時点ではね、人質の皆さん全員無傷ではあるんですけど、果たしてこの後ね無事に銀行から出ることができるんでしょうか。犯人確保。立てこもり6日目の5月28日、パルメ首相宛てに再び電話が。しかしかけてきたのは犯人ではなく人質の一人、23歳の女性クリスティン・エンマークさんだったんです。この電話の内容もテレビ中継されました。初めて聞く人質の肉声に全国民が息を飲み耳を傾けるんです。そしてついにエンマークさんが口を開きます。昨日のパルメ首相の電話での姿勢がとても不満です。私たちを失望させないでください。誰もが耳を疑いました。一体エンマークさんの身に何が起こっているのか。彼女はさらにこう続けます。私たちは犯人2人を全く恐れてはいません。怖いのは警察の方です。どうか私たちを犯人と一緒に逃亡させてください。この要求を聞いた首相、警察官、マスコミ、そしてテレビ中継を見ていた国民全員が戸惑いを覚えるんです。ほんな犯人に命令されてるに決まってんじゃないの？体に爆弾巻きつけられてんでしょ。実はね、犯人がね恐怖で人質を支配するってのは、よくあるじゃないですか。てか大体そうなんですよ。動くなって撃ったら殺すぞみたいなね。ただね、今回の事件はそんな単純な事件ではなかったんです。同日夜、これ以上人質の救出を伸ばすわけにはいかないと判断した警察はついに最終手段に出ました。それは天井の穴から金庫室へ催眠ガスを注入するというもの。強盗犯が催眠ガスを吸い込み戦意喪失している隙に金庫室へ突入し、犯人を逮捕、人質を救出する作戦なんです。人質ってちょっと噛むわ。もう失敗は許されません。強盗犯オルソンとクラーク、そして人質にも気づかれないよう催眠ガスを注入し始めました。しかし異様な空気の変化に気がついたオルソンとクラークは慌てて金庫室の外へ飛び出します。しかしここでは警察の方が一枚上手。外で待ち構えていた警察官はついにオルソンとクラークを捕らえることに成功したんです。6日にわたる人質立てこもり事件がついに終わりを迎えたと全国民が胸をなで下ろしたその瞬間、人質の女性エンマークさんが叫びます。お願い、彼らを傷つけないで。彼らは私たちに何もしていません。やはり電話での彼女の発言に嘘はなかったのか。この発言の裏には一体何があったのか。手錠をかけられたオルソンとクラーク、それに続き保護された4人の人質。その時何台ものテレビカメラが向けられている中で、人質の女性エンマークさんは驚きの行動に出るんです。なんとエンマークさんは強盗犯の一人クラークに駆け寄り抱擁。そして彼女は一言、また会いましょう。犯人逮捕により事件は終わりを迎えたものの、エンマークさんのこの言動がスウェーデン中で物議を醸します。なぜ恐ろしい思いをさせられたはずなのに犯人との別れを惜しむのかと。確かに自分を脅した人間にさ、また会いたいかって言われたら会いたくないわよ。普通はそうっすよね。たびたびね、人質は犯人をねかばうようなね、発言ばかりしていて、なんと解放された後の事情聴取でもね、その兆候がね現れていたんです。
解放された4人の人質は事情聴取でこのような発言をしています。強盗犯2人を恐れてはいませんが、私は警察を恐れています。彼らは私たちの居場所を移動させてくれました。とても親切でした。オルソンは私たちに対しとても丁寧に接してくれて神のようでした。警察や専門家に何日も事情聴取されたけど、誰も私たちの願望や気持ちを分かろうとはしません。さらに捜査を行っていると驚きの事実も明らかに。なんと強盗犯が寝ている間、人質が警察に銃を向けるなどして強盗犯を助けていたというんです。人質たちは自らの意思で強盗犯の味方になり、警察に非協力的な態度をとっていたんです。これなんかマインドコントロールっていうか洗脳みたいなの働いちゃってんじゃないのこれ。というわけでメトラキーワードって言いなさい。ストックホルム症候群とは、人質が犯人に対し信頼や愛情を抱くようになること。長時間犯人と非日常的な体験を共にしている間に、犯人の心情や事情を聞くことによって同情の感情が生まれてくることがあるというんです。今回の事件の場合、人質たちは爆弾を体に巻きつけられ、常に命の危険にさらされている状態でした。そのため警察が突入することによって自分は殺されるのではないかという恐怖から、警察に突入してほしくないという考えに至ります。こうして警察への敵対心が生まれてしまうんです。ストックホルム症候群は家庭内、特に父親と幼い娘の間でも発症することがあります。例えば父親の DV、アルコール中毒、女性軽視などの問題を抱えている家庭に育ち、父親の愛情を受けられなかった娘。親に嫌われるというのは子供にとって生命の危機に関わる状況なんです。本来なら父親を嫌って当然。しかし娘は深層心理の中で父親に対して同情、共感、愛情を抱いてしまい、父親を正当化してしまうんです。もしかしてこれさ、ダメな男にハマっちゃう女性っているじゃない。それも関係あるでしょこれ。いや、そうなんですよね。その心理を持ったまま大人になってしまう女性もいるんです。さっきねお話しした父親のね例みたいに、ダメなね父を見て育った女性ってダメな男を見た時に、なんか父と重ねてね、こいつマジダメだけどなんか好きみたいなね、なんかそういったね矛盾した感情をね抱くことがあるんです。家庭内でストックホルム症候群に陥ってしまった娘が大人になり、恋人に求めるものは愛されなかった父親の代役なんです。そのつもりはなくても父親と同じように問題のある男性に惹かれてしまうことがよくあるんです。いつも悪い男に惹かれてしまう。今までの恋人は父親のような男性ばかりだったという状況から脱却したいならば、今まで付き合ってきた男性のことを書き出してみることをお勧めします。この人のどこが好きだったのか、何が魅力的だったのかなどを書き出して振り返ると、自分を変えていくことができるというんです。というわけで恋愛の話になったんですけれども、エンマークさんね、なんと事件後ね強盗犯のクラークに恋しちゃってね、そのまま付き合ってんですよ。もう意味わかんなくないですか。わお、これだけでね有名になってしまったね強盗犯のねオルソンとね、クラークなんですけど、一体どんな人生を歩んでいったんでしょうか。保釈後の犯人。これだけ世間を騒がせることになったノルマルム広場銀行強盗事件の判決はどうなったのか。まずはスウェーデン史上最悪の強盗犯と言われていたクラーク。彼が現場に来たのはオルソンから要求を受けた警察に連れてこられただけです。そのため彼は人質を保護するために行動していたと主張したんです。するとこの主張が通り、この事件に関しては無罪。この事件に関わる前の残り刑期である2年間刑務所で過ごすことに。そしてある女性がたびたび面会に来ていたというんです。そうなんです。その女性とはエンマークさん。その後2人は恋人同士になったと言われています。どういうこと？一方この事件の元凶オルソン、彼はもちろん罪から逃れることなどできません。その判決は懲役8年。罪を償い釈放された後は犯罪から足を洗い、スウェーデンで自動車販売の仕事に従事。その後タイに移住し、現地の女性と結婚して幸せに暮らしているといいます。そんな元強盗犯のオルソンは取材に対してこのような発言をしています。もしも銀行強盗をしていなかったらとは考えない。あの事件は私の人生の中で大きな一部だからだ。極限状態の中、犯人と人質の間で生まれた奇妙な絆。メトラの皆さんはどう思いますか？